ここ最大の見せ場ね。これもたわしのショーでやってたんですけど、全然違う音で。去年結構いいの出せたな、いいの作れたなっていうのを自分で思ってて、それをこうやっぱ超えへんと出る意味ないなっていう感じだったんで、確かにね、それを超えるのが降りてきてなかったんで、まあちょっとあと1年ぐらいで稼いかなるほど思ってたんですけど、まあアビロ行ってやろうってなって。ダンスを始めたきっかけは？ USJ で毛根が踊ってんのを見て。お、そうなん？はい。何歳の時に？保育園年長とか、おやべえみたいな。で初めてなんか自分からやってみたいってなったんだと思う、ダンス。学校の授業中にヒップホップハイスクール先生にバレへんようにムーブするみたいな感じやった。でその日多分2公演ぐらいあったんですよ。その1回目のやつ見て、うわすげえってなりすぎて、もう一回同じ公演を違う時間帯に見たっす。兄貴が先始めて、ここ家からめっちゃ近かったんですよ。あ、そうなんや。もうほんまに歩いて5分の距離で。じゃあもうすぐ始めるよ。ビートライブっていうこととかも何も知らず、ターボーさんがいるとかも知らず、ブレイキンやりたいと思って、ブレイキンやりたいというか、まあダンスしたいみたいな感じで、そうなんや。一番初めはヒップホップ、お兄ちゃんがレッスンでこうやってきたのを家で練習してるのを見て、こう真似したりしてて、でその 1,2 年後に始めた感じです。ブレイキンは全然習えへんかった？ブレイキンもやってました。ヒップホップももちろんやってたんで、こうプラスアルファみたいな感じだったんですけど、噂によるとかなりできるっていう映像のコンテストで結構上位に入ったとかJDSF 通っちゃったんですよね。で実際に現場に行って、はい、おおすごいやん、めちゃくちゃうまいやん。いやいやいや、何ができるん？順手が決まってなくて。じゃあ両方向いけんの？両方結構いけるんで、なんかそれが不思議に見えてくれたんじゃないですかね。パワームーブとかも結構できるん？ぼちぼち。インドミルとかトーマスとか、スワイプとか、なるほど。19とかも、めちゃくちゃできるやん。もう立派な b ボーイ。もう今はそんなできない。そういう素地があるから、重心の低さとかグラウンド技のキレがね、やっぱりサイドフリップ、ポップも習ってたし、もうダンスめっちゃ好きになった。ああ、もう全部習ってたんや。は通ってきましたね。もうずーっとここビートライブで。そうです。あんまレッスンは好きじゃなかったんですよね。何が好きやった？なんか帰って一人で練習するのが好きやったんですよ。おもろそうな動きをちょっとパクって帰ってぐらいですね。まあだから多分真面目にいい生徒ではなかった。結構ひねくれもんやねんか。だから今自分の生徒とかで、なんかそういう集中力ない系の子とかおっても、昔の俺あれかみたいな、あんま何も言われへんなみたいな、考えながらやってるんですけど、考えすぎてもいかんなみたいな、レッスン結構難しいですね。あんまりレッスン好きじゃない？いや好きなんですけど、だから迷ってまう時は結構あるですね、教えてて。ただまあ自分が勉強になる時もあるし、レッスン中に新しい何かに気づく時もある。あるね。はい。今は誰かに習ってんの？今はなんかターボさんのレッスンにたまに行く時もあったり、ミッドナイトジャガーノートっていうターボさんが今やってるクルーがある。それで集まってターボさんの指導にみんなで踊るっていう。竹村先生も50何歳？51歳。自分のお母さんと同い年。おお、それはなかなかやね。めちゃくちゃ影響を受けたダンサー。ターボさんとディオームの京吾さん。はい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 。中高生の時はいろんな動画を漁ってました。いい感覚してるもんな、京吾。中学生ぐらいの時は全然気づかれへんかった、その感覚があってくらい。途中ぐらいから京吾さんやばいかもってなる感覚があったんです。自分がやっとちょっと分かる位置になったみたいな。そっからこういろいろ漁ったですね。別にそのレッスン行ったりしたことないですけど、影響は受けましたね。はい。外人とかは？外人はあんまり見ないですね。日本人のヒップホップの方が美学感じる。この間バタラはライブで見て、結構遠い距離からでもめっちゃこう質感をみたいなになるタイミングがあったんですけど、海外のフォーエバーとかそんなのも特に見えへん。たまに見るんですけど、別に覚えてまでは。へえ、すごいな。日本のヒップホップの方が絶対かっこいいと思う。めちゃくちゃ面白いな。ヒップホップやったらね、もうエリートホースとかミスヒッツとかね、あの辺が神やったからさ、もうだから竹村先生は
もうそこに憧れて、今はだからエリトフとかねちゃんと呼んでるもんね。自分がこう憧れてこうめちゃくちゃ影響を受けた人をちゃんとリスペクトしてワークショップに呼んでるっていう、なんかそういうのがヒップホップとしてつながっていってるってすごい素敵やなと、相方のそらくんとのつながりっていうのはどういう感じなの？弟みたいな感じですね。ここで同じようにこの習いに来てたっていうつながりね。オフィシャルチームに両方入ってて、多分アタック目指そうぜみたいになったんかな。気持ち合うやつとやりたいなと思って、タオさんに相談行って、できたのが初めですね。2個下やしね。2個下ですね。ということでね、ちょうど先ほど駆けつけてくれたんでね、そらくんがちょっと呼んでみましょう。たわしのそらくんです。今日はもう盛りだくさんやね。じゃあ自己紹介お願いします。はじめまして、今年20歳になりましたそらです。もう何年やってる？2年目か3年目です。おお、すげえな。すごいキャリアや。知らん間にですね。それやったらそらもう直前にね音決まってもできるわな。あ、そうですね。完全に感覚的にはちゃんと常に共有してる、まさかこの20歳と22歳って12年とかも。確かに結構長いですよね。人生半分以上かね。なんでたわしなの？髪質っすね。髪質がお互いガシガシで硬くて、頭の髪質がたわしやったんや。一応そんな感じです。そうなんや。もう意外すぎるな。なんか磨き屋とか言っていただいてありがたいです。なるほど、そこから来てんねや。でもこれ難しいやん、たわしって。そうですね。なんでそんな漢字にしたら面白くねってって、学校の授業中に友達になんか絵のないみたいな、和風の和がいいねみたいな、あとなんかないみたいな、こんなんどうとかずっと授業中やってて、なんか決まってった。これはでもなんか杯っていう意味もあって、もう完全な当て字なんやろ。完全には若干後付けなんですけどフライヤーに載ってる状態やってみんな読めないんですよ。でこう現場に来たやつが初めて名前わかるみたいなっていうことにしてます。なるほど。だからたわしプラス無名でジャパン出てもやっぱりみんな無名って言うから、たわしがもう全く入ってきへんから、そういう意味ではめちゃくちゃ損してると思う。まあでもなんかその知る人ぞ知るでいいですね、俺らは。それでいい、海外に出ていこうとかしたらローマ字表記でたわしって書いた方がやっぱり名前ってものすごく大事だと思うんだよな。もう変えろとは言わへんけど、これから活躍していく、これからもっと世界ワールドワイドに行くっていうことを考えたら、そこもちょっとは考えておいた方がいいん違うかなと俺は思う。なるほど。まあアドバイスとして、やるかどうかは別として、こんなに素晴らしい才能をこう日本だけでとどまらせる、すごいもったいないから、どんどん海外行ってめちゃくちゃ売れっ子になってほしい。どうすか？海外どうすか？海外行ってみたいですね。海外行ったことないの？僕まだ行ったことなくて、ゆうせいが一人でニューヨーク行った時もいいなと思っとって僕も一回飛行機怖いですけど行って今サマーダンスフェイバーとか大きいタイトルあるけど、やっぱりそこで優勝した瞬間、まあレッドっていうのあれもそうやけど、ドラキあれで優勝した瞬間にもう世界がバーンと変わったからさ、そういう体験も絶対してほしいし、京都でちゃんと頑張るっていうのも大事やけど、やっぱりそういうので生徒とかも周りもすごいハッピーになる、それできる存在だと思うからさ、ジャパンの優勝した感想を。表向きはいけたとかこうから元気な感じで言ってるんですけど、ちょっと内心不安で結果発表の時も4人とも全然喋らんからちょっとさっきの話違うな。まあ俺はいけたと思った。いやいけたと思ったんですよ、思ったんですけど、心のどっかでやっぱデライトってやっぱ難しいねんなって思いながら聞いとって、ちょっと2位呼ばれた瞬間ホッとしたかもしれない。なんかそこであるなって発表されました。いやめちゃめちゃ嬉しかったですね。学校の友達とかも喜んでくれた。地元の友達が、僕全然知らされてなかったんですけど、わざわざ京都から見に来てくれて、めちゃめちゃ喜んでくれてたんで、それはほんまに嬉しかったです。そらくんでした。
優勝賞金100万円、去年までね30万円で今年から100万円にアップしました。そのね最初のね受け取りチームですよ、はい、100万円どう使います？4人。ネットサーフィン指で追うスティールティケット、掘っても掘ってもたどり着かない。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ここビートライブダンススクールでレッスンもしてるんで、僕は金曜日やってるんでぜひチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。